今回は線形回帰モデルの利用について説明します。線形回帰モデルはデータ分析の手法の一つで、目的変数と説明変数の関係性を直線的なモデルで表現する手法です。目的変数 y 予測したい、あるいは分析したい対象の変数と説明変数、x 目的変数に影響を与えていると考えられる変数に、直線的な関係があると仮定し、その関係を最もよく表す、直線の方程式をデータから見つけ出すのが線形回帰モデルです。それではプログラムを説明していきたいと思います。最初に必要なモジュールをインポートしていきます。パンダス、ナンパイ、リニアリグレッション、これは機械学習モデルです。そしてグラフを作成するためのマルチプリブ、日本語表示するためのジャパナイズマトプロッティブをインポートします。ジャパナイズマトプロッティブを使うには、最初にこのモジュールをインストールしておく必要があります。次にデータを入力します。ここではサンプルデータをプログラムで作成します。サンプルデータは、広告費と売上個数のデータで構成されます。広告費は、np.arange 関数を使用し1から10までの数を作成します。それを AD コストに入力します。次に、売上個数のデータを作成します。広告費を10倍し、少しランダムなノイズを加えます。ノイズは正規分布に従い、平均値0、標準偏差算、個数は広告費の数とし、基準値5を加えて作成し変数セールスに代入します。セールスは0以下の場合は0と設定し、さらに小数点以下を四捨五入した上で整数化します。作成したサンプル値は、18行目でデータフレームとして DF に取り込みます。次に特徴量、説明変数 X とターゲット、目的変数 Y を設定します。X はデータフレーム DF の広告列、また Y はデータフレーム DF の売上列とします。次はモデルの選択と学習を行います。最初に変数モデルにライナーリグレッションつまり線形回帰モデルを設定します。次にモデル .fit に引数として X と Y を設定します。これを行うことによってモデルの学習を実行します。次にこのモデルを使用して新しい広告費で売上を予測します。新しい広告費ニューアドコストとして29行目のように、アレイ関数を使用して広告費5万円の時の値を代入します。次に31行目で変数プリディクティッドセールスニューの中にモデル .predict 関数を使用して引数ニューアドコストを設定すると売上高が予測されます。次はグラフを使用し可視化を行っていきます。スキャター関数を使ってサンプルの X と Y をプロットしていきます。プロットするマーカーはブルーとしてラベルを実際の売上データとします。次に学習したモデルの回帰直線をプロットします。X のデータ範囲を X レンジとして、アレイ関数を使用して、X の最小値、X の最大値を広告費から取得します。そして、この X レンジをモデルにプリディクト関数を適用することによって Y 座標の範囲 Y プレットラインを求めます。このように計算された X レンジと Y プレドラインは、48行目で赤いラインとして描かれます。これがモデルにより計算された予測直線となります。次に予測点をプロットします。52行目でニューアドコストとプリディクティッドセールスニューをグリーンで×印として表示します。またこの予測点のそばに、54行目で売上個数を表示します。最後は、グラフのタイトルと軸ラベルを設定してグラフを表示します。それでは実行してみましょう。するとこのようなグラフが作成されました。青の点はサンプルのプロットです。また赤い線は予測線を示し、×印は広告費5万円の予測売上個数を示しています。